皆さんこんにちは。日本語ティータイムの香りです。突然ですが、よろしくって英語で何て言いますか？少し考えてみてください。Nice to meet you. Please take care of it. Thank you in advance. どれも正解のような気がするし、でもなんか違う気もする。そうなんです。よろしくは英語に訳せない日本語の一つですよね。ということで、今日はこのよろしくの使い方、語源、そして日本文化との深い関係についてお話ししたいと思います。日本語ならよろしくの一言で済むのに、英語だとその言葉が見つからない。海外に出て初めてよろしくがいかに便利で、いかに日本語特有の表現なのかを実感しました。今日もお茶やコーヒーまたはお酒でも飲みながらのんびり聞いてもらえたら嬉しいです。まずよろしくのバリエーションについてシェアしておきますね。友達や家族などカジュアルな場面ではよろしくを使います。次にこれをシンプルで丁寧な言い方にすると、よろしくお願いしますですね。さらに仕事などのよりフォーマルな場合は、よろしくお願いいたしますと言います。で、さらにメールなど文字にする場合の丁寧バージョンは、よろしくお願い申し上げますということもあります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。この4段階を日本人は使い分けてるんですね。よろしく以外の丁寧な3パターンで言うと、最後のよろしくお願い申し上げますは相当丁寧な言い方なので、私はあまり使わないですかね。カジュアルな時はよろしくとか、あとよろしくねとか言いますし、クイックにさらっと言う時はよろしくお願いします。少し丁寧さを強調したい時はよろしくお願いいたしますのように、この3つは日常で使い分けていますね。では、よろしくが実際にどんな場面で使われるのか紹介しますね。一番よく使われるのが初対面の挨拶です。はじめまして、よろしくお願いします。これ英語なら Nice to meet you ですね。でも Nice to meet you、 あなたに会えて嬉しいというニュアンスでよろしくとは少し違う気がしますね。よろしくには、これからお世話になります。どうかいい関係を築きましょうという気持ちも込められているんですよね。で、次に何かをお願いするとき、この件よろしくお願いします。これを翻訳ツールを使って英語にすると Thank you for your assistance with this matter になるんです。意味は伝わるんですが、
なんか少し硬い感じがしますよね。よろしくお願いしますの方が相手への信頼感がふわっと伝わる気がします。それからこんな使い方もあります。その場にいない人への気遣いをするときに、例えばお母さんによろしく伝えてくださいみたいな言い方をすることがあります。英語にすると Say hi to your mom for me という感じみたいです。これもなんかちょっと違う気がするんですよね。そしてメールの最後にもどうぞよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願い申し上げます。こんな風にメールで書くことがあります。英語では Best regards や Thank you in advance に近いですが、やっぱりニュアンスが微妙に違うんですよね。こうしてみるといろんな場面でよろしくの一言でスッと伝わってしまう、本当に魔法のような言葉だと思います。私はカンボジアに住んでいたことがあるんですが、観光地に住んでいたので英語は結構通じたんですね。なので一緒に働くカンボジア人で日本語が話せる人、日本語が通じる人とは日本語で、日本語が話せない人とは英語でコミュニケーションをとっていました。日本語が通じる相手だとこの便利な魔法の言葉よろしくをめちゃくちゃよく使っていました。日本語が話せるカンボジア人の人も結構使ってくれてました。でも英語で会話するカンボジア人の方には日本語ならよろしくを使うところはすべて私 Thank you って言ってたんですね。これは私の英語の語彙力のなさからではあるんですが、例えば同僚が何かを引き受けてくれるときに日本語だったらありがとう、じゃあよろしくねって言いたいところ Thank you しか言えなかったんですよね。でもありがとう、じゃあよろしくねを翻訳ツールで英語にすると Thanks, see you later とか Thank you, okay, I leave it to you then, I leave it to you then ってなるんですよね。これは翻訳ツールの精度の問題ではなくて、言語それぞれの個性というか性質とか文化が違うからなんだと思うんですよね。ではそもそもこのよろしくという言葉、一体どこから来ているのでしょうか。よろしくの元になっているのはよろしいという言葉なんです。よろしいは良いと同じ意味で、あとは適切である、ちょうどいいというニュアンスを持っています。つまりよろしくとはあなたにとっていいようにうまくやってください、あとはお任せしますという気持ちを込めた言葉なんです。相手を信頼してあとはあなたにお任せしますという気持ち、そこには相手への敬意と信頼が込められているんですね。そして日本人がこれほどよろしくを使うのには日本の文化的な背景があると思います。日本では物事をはっきり言い過ぎることが時に無礼とされることがあります。これをやってくださいと直接言う代わりに
これよろしくお願いしますということで、相手への配慮とか謙虚さを表現しているんだと思います。言葉の中に相手を立てる気持ちが自然と込められてる。これが日本らしさの一つなんだなっていうふうに思います。英語でどうしても一言で言えないのは、この文化的な背景ごと翻訳することが難しいからなのかもしれません。英語以外の言語でよろしくと同じようなニュアンスの言葉ってあるんですかね。もしあったらコメントで教えてもらえたら嬉しいです。日本語のよろしく、この一つの言葉の中に信頼、謙虚さ、配慮、気遣い、いろんな要素が詰まっているんですね。まさに魔法の言葉だと思います。皆さんも初対面の人やこれからいい関係を築いていきたい人、信頼している人、気遣いたい人など、様々な場面でよろしくを使ってみてください。ということで、第2回日本語ティータイムいかがだったでしょうか。今日もまたこのよろしくのニュアンス、なんとなくでも伝わっていたら嬉しいです。それでは今日はここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。また次回ものんびりお話ししましょう。かおりでした。